はい、どうも、クルスペです。前回はですね、新型レボーグと 508SW の価格面での比較というところをお届けしてまいりました。価格面では、レボーグも 508SW も大きな差はなくて、もしかしたら 508SW の方が安く買えるかもしれないよというところをお伝えしていきました。ただですね、価格が安いからいいと言っているわけではなくて、それぞれ好みもありますし、それぞれの魅力もあるかなと思ってます。で今回の動画はですね、508SW オーナーから見た新型レボーグならではの魅力というところを語っていこうかなと思います。また次の動画で508SW の魅力というところも語っていきたいなと思ってます。まず一つ目、フルインナーフレーム SGP による超光合成ボディというところで、私自身 SGP が本当に大好きで大正義だと思ってるんですよね。私がレボーグを試乗する前にでも先行予約してもいいかなと思ってた理由が、この SGP が採用されるというところで、本当に SGP 採用している車どれも動的質感抜群に高かったです。とにかくボディ剛性が高い。それがちょっとだけ走っただけでもビンビンと伝わってきます。で乗り心地も剛性高くしていたおかげで、足回り、トニがなく気持ちいい乗り心地になってますし、それでいてハンドリングの応答性は非常に高いと。でコーナリング性能非常に高い。これが SGP 採用したことにより1ランク2ランク、レベルが上がってるんじゃないかなと僕は思ってますね。で私自身 SGP 採用前の仙台インプレッサに乗っていたこともあるんですけれども、それがゆえに、SGP 採用者の実力の凄さっていうところをより実感しているかなと思います。でボディ剛性だけで言ったらスバルの SGP がプジョーの イオンP2 というプラットフォームよりも上という構図になるんじゃないかなと思ってます。でそれが新型レボーグでは従来の SGP を採用するだけには飽き足らず、フルインナーフレーム構造を新たに採用するというところでさらなる剛性アップが期待できます。市場はまだできてないんで、何とも言えないんですけれども、508SW にも負けない動的質感手に入っているんじゃないかなと、ここは期待できるところかなと思います。で続いては走行モードをかなり細かく設定できるというところで、ここは STI スポーツ限定になりますが、ここも魅力かなと思ってます。で 508SW は走行モードをエコ、コンフォート、ノーマル、スポーツの4種類から変更することができます。で新型レボーグは、電子制御サスを搭載する STI スポーツに限るんですけれども、コンフォート、ノーマル、スポーツ、スポーツプラスインディビデュアルの5種類から変更することができます。で走行面においては、アクセルレスポンスとかステアリングとかサスペンションの性格が切り替わるっていうのは両者共通になってます。でレボーグならではという部分に関しては AWD の性格が2段階で切り替えることができるというところがありますね。であとステアリングの性格パターン 508SW は2種類変えられるんですけれども、レボーグは3種類から選ぶことができます。でここまではそんなに大差ないんですけれども、個人的に一番大きいなと思うのがインディビデュアルの設定があるということで、インディビデュアルは設定を自由にカスタマイズできるモードになってます。例えばステアリングをコンフォートにしてサスペンションをスポーツにするとか、そういったようなことが自由に配置できちゃうというのがインディビデュアルになってます。で 508SW にはこれに対応するようなモードが存在していないというところで、シーンによってはサスペンションだけスポーツにしたいというようなところがあるんですけど、それができないというのがちょっともどかしいポイントです。例えば高速道路なんかだとサスペンションだけスポーツにしてその他ノーマルで走りたいなと思うことがあります。でこのインディビデュアルがあればできるので、それは非常に羨ましいポイントかなと思います。
続いては 300Nm を発揮する新開発 1.8 リッターガソリンターボエンジンというところで、ここのスペックは個人的にかなり魅力的に思います。最大トルク 300Nm が1600回転から発揮できると、これはなかなか、2リッター未満のガソリンエンジンでは見当たらないんじゃないかなと思います。ちなみに 508SW の 1.6 リッターガソリンターボの最大トルクは 250Nm というところで、先代のレボーグと同じようなスペックになってますね。で、私のブログではパワーウェイトレシオとトルクウェイトレシオを点数化して S から G までランク付けするっていうような取り組みやってるんですけれども、非常にいい結果になってます、レボーグの方が。トルク A- 出るっていうのが非常に魅力的かなと思います。続いては iSight X の存在ですね。これなしにはレボーグ語れないかなと思います。iSight X で搭載される機能は、渋滞時ハンズオフアシスト、渋滞時発進アシストというところと、アクティブレーンチェンジアシスト、ウインカー出せば勝手にレーンチェンジしてくれるというやつですね。あとはカーブ前と料金所前速度制御というところで、急なカーブところでは、安全な速度まで落としてくれると、そういった機能になってます。で、あとドライバー異常対応システムというものが、搭載されています。ハンズオフ機能とかは自動車専用道路のみで使用可能ということで、私が住んでいる地域ではそうそう渋滞が起こるようなところがないので、私的にはあまり恩恵なさそうなんですけど、個人的にすごいなと思ったのはドライバー異常対応システムですね。これはハンズオフアシストやツーリングアシストが作動中に前方不注意であったり手放し運転を検知した時にステアリング操作を促してくれる、まずピピッと。で、さらにそれでも反応がなかった場合には、システムがドライバーに何かあったと勝手にというか自動で判断してレーンキープをできる限り維持しながらハザードを自動で焚いて、で停止まで勝手にやってくれるという機能になってます。で、ここまで安全に対して真摯に向き合う姿勢っていうのは本当に素直に感心しますね。で、この価格帯で買える車の中で最も安全安心に気を配っている車であるというところが、こういった機能の搭載においても見えるところかなと思います。続いては、どでかい縦長センターディスプレイというところで、EX グレードに搭載されるものだけですけど、11.6 インチの縦長ディスプレイが搭載されると、ボルボみたいな感じですね。操作性は触った感じちょっともっさりしているかなという感じもあったんですけど、とりあえずもう見た目かっこいいですよね、これ。で、かっこよけりゃもう何でもいいんです、僕は。で、インテリアともううまいことマッチしている感じに作られたなと思ってまして、これは今後スバルの大きな武器になっていくというか、してほしいなと思うところです。ちなみに 508SW なんですけれども、本国仕様、フランスとかイギリスとか欧州では10インチワイドのディスプレイが選択できるんですけれども、国内仕様では8インチディスプレイしか選択できないというのが本当に残念で仕方ないポイントです。これがもう最後まで購入の決め手を書いてたポイントですね。これも10インチになったから機能的に使いやすくなるとか、そんなことは特にないと思うんですけど、とりあえずかっこよくなるんですよ。かっこいいのが欲しいんです、僕は。あと、関連してですけれども、液晶メーター内にナビ画面が表示できるというところも羨ましいポイントですね。これも EX グレードだけ搭載されるデジタル液晶メーターにですけれど、ナビ画面が表示できると。ここ展示車両ではちょっとトラブって表示できなかったんで、私はまだ見たことないんですけれども、ドイツ車とかでは随分前からやってきてるんですけれども、ようやく国産車にもこれがついてきたっていう感じですね。で、508SW も
本国仕様のナビが搭載されていれば同じようなことできるんですけれども、先ほど話した通り、日本独自のナビを入れているので、こういったナビをメーター内に表示できるということができないというところで、これは新型レボーグ、羨ましい限りです。はい、続いてはちょっと変わった視点になりますが、視界性能の高さというところを挙げました。スバルは、視界に対するこだわりが本当に強いメーカーだと思っています。新型レボーグの視界性能も本当に素晴らしいなと思いました。で、視界の様子っていうところ、ちょっと動画、写真撮ってきたんで、ちょっと見比べてみてほしいんですけれども、そこまで映像では大差ないように見えるかもしれないんですが、実際に乗り込んでみると、やっぱり結構違うなと思いました。まず、ダッシュボードの位置なんですけど、レボーグの方が低く抑えられて、より水平に仕上がっている感じがあって、なんで、ここの、手前側の視覚が少なくなっているような感覚を覚えました。あとは A ピラー部に三角窓が設けられているので、ここの左前の視覚っていうところも少なくできているかなと思います。あと A ピラーの太さ自体もレボーグの方が細く仕上げられている感じもするんじゃないかなと思います。あとさらにですね、レボーグにはビューボタンっていうのが用意されていて、前方や左サイドの映像を好きなタイミングでディスプレイ上に表示させることができるという機能が備わっています。実は 508S7 もこういったビュー機能に相応する機能あるんですけれども、これはフルパッケージオプションというオプションをつけないとつかない機能で、それがしかも65万円ぐらいする込み込みのオプションになってるんですね。単体でつけられないオプションなので、60万はちょっと私にとっては非常に大金だったので、このフルパッケージオプションつけてないんですけれども、これがレボーグでは標準でついてくるというところは、素直に羨ましいポイントかなと思います。あとはやっぱりスバルならではの AWD というところもあるかなと思います。先ほども言ったんですけれども、508SW は FF モデルしか存在していません。逆に言えばレボーグも AWD モデルしか存在しないんですけれども、やっぱり雪国の方中心に、AWD じゃないといけないと言った方は、結構いるんじゃないかなと思います。私自身も、雪が結構多い、地域に住んでますが、AWD の方がいいのかなと思いつつ、今までずっと FF しか選択してなかったので、一度 AWD も体験してみたいなと思ってました。で、やっぱり AWD 体験するなら、まずはスバルだろうという気持ちもあります。なので、新型レボーグ、この AWD を体験してみたいというところも、一つ購入してみたいなと思う気持ちの理由の一つになってました。で、最後は全幅 1795mm で抑えられているという点ですね。ここはレボーグ日本市場向けというところで、デザイン面ではかなり苦労したんじゃないかなと思うんですけれども、しっかり 1800mm 以内で収めて、かつワイド感もあるようなデザインに仕上げてくれたなと思います。で、508SW は 1860mm というところで、Twitter なんかで見ると 1850mm を超えるところが非常にネックだと感じている方が多いなという印象でした。案外 1860mm あってもスイスイいけちゃうんですけど、駐車場とか物理的に無理っていう方も少なからずいると思うので、そういった方にはもう絶対購入ができないというところは非常に残念なポイントです。ということで、私が思う新型レボーグのいいなと思うところ、羨ましいなと思うところはこれにて以上とさせていただきます。細かく言うともう少しあるかもしれないんですけど、ざっくりこんな感じかなと思ってます。やっぱりこうやって並べてみると新型レボーグ非常に魅力的な車に違いないなと
やっぱり思いますね。私自身 508SW 買いましたが、この時点で買ってなくてっていう状況だとしたら、新型レボーグに傾いていた可能性っていうところは結構高いかなと思ってます。ただ 508SW もやっぱりいい車だと思って買っているので、508SW の良さも次の動画で語っていきたいなと思ってますので、もしご興味あれば次の動画を見ていただけると嬉しいなと思います。